高度40万kmの彼方から届けられた私たちの暮らす世界。2026年、アルテミス2号。4人の飛行士を乗せた宇宙船オリオンは地球の重力を振り切り、これまで人類が到達したことのない新宇宙へと足を踏み入れました。アポロ計画の記録さえも塗り替える人類史上最遠の有人飛行。そんな偉業の中で彼らはただ静かに月を周回し、帰路につきました。手を伸ばせば届きそうなほど月はすぐそばにあったはず。月に降り立つ技術はアポロ計画ですでに習得しているはずなのに、なぜ？今回は NASA が月面着陸に慎重になる理由を探る冒険へ皆様をお連れいたします。アポロ17号が月面を離陸したあの日から、人類が自らの足で未知の世界を切り開こうとする歩みは、ぷつりと途絶えてしまいました。アポロ計画という巨大なプロジェクトを動かしていたのは、純粋な知的好奇心だけではなかったからです。背景にあったのは、アメリカと旧ソ連が国の威信をかけて激突した冷戦という特殊な時代。どちらが先に月に旗を立てるか。科学の探求以上に国家の優位性を証明するための絶対に負けられない争いでした。そして1969年のあの日、月面に一番乗りした瞬間、政治的な目的は達成されたのです。熱狂は急速に冷め、莫大な維持費がかかる月探査の予算は、わずか数年で10分の1以下へと激減していきました。それから半世紀の間、人類は凄まじいスピードで世界を書き換えていきました。無人探査機が太陽系の果てまで到達し、高性能な望遠鏡は宇宙の始まりの光を捉えました。私たちの科学の目は確かに宇宙の深淵へと届いていたのです。しかし、人類が直接宇宙へ挑む旅はどうだったでしょうか。 GPS、衛星放送、世界をつなぐネットワーク。その技術の多くは地球での生活を便利にすることに向けられてきました。人類は遠い夜空への冒険よりも宇宙というインフラを地球の利便性向上のために使うことを選択したのです。無人のカメラが数十億キロメートル先を見つめる一方で、人類が活動する限界は地球からわずか400キロメートルの高度に浮かぶ国際宇宙ステーション。東京から大阪ほどの距離にあるこの場所にとどまり続けてきました。未弁性の追求という長い準備期間を経て、人類は再び自らの命をかけてその限界を1000倍先へと押し広げようとしています。50年前、アポロの宇宙飛行士たちが降り立ったのは月の赤道付近にある月の海と呼ばれるエリアでした。太陽の光がたっぷりと降り注ぎ、地形も比較的平坦。視界の開けた広大なキャンプ場のような場所です。一方、アルテミス計画が狙うのは月の南極。私たちが知っている月とは全く別の顔をしています。数億年もの間、一度も太陽の光が届いたことがないマイナス200度以下の極寒の世界。
切り立った断崖絶壁ばかりです。暗闇の中、わずかな平地を狙って、ビルのように巨大な着陸船をピンポイントで下ろさなければなりません。着陸を目指す場所の難易度は、アポロ計画とはまるで次元が違うのです。なぜ、あえてそんな危険な場所を目指すのでしょうか。太陽の光が当たらない月の南極には氷が保存されていることがわかっています。それを水として使い、さらに水素と酸素に分解すればロケットの燃料にすることができます。つまり月の南極は人類が火星やさらに遠い宇宙へ旅立つための宇宙のガソリンスタンドとなり得るわけです。ただ行って帰ってくるだけの冒険なら、かつてアポロが向かった明るくて平坦な場所への発着で十分でした。しかしアルテミス計画は月を拠点にし、さらに遠くへ開拓することを目指しています。そのためには、険しい月の南極を攻略することを避けては通れないのです。一方、月へ向かう宇宙船のスケールもアポロ時代とは全く違います。アポロ計画で使われた着陸船はいわば小さなテントのよう。二人の宇宙飛行士がわずか数日間必要最低限の装備で月面に滞在し、任務を終えたら地球に帰ってくる。一時的な役割です。しかし、アルテミス計画が採用した着陸船、スペース X のスターシップは、その常識を根底から覆します。高さ50メートル、なんと15階建てのビルに匹敵する巨大さ。これほどの巨体を月の重力に抗いながら、崖だらけの月の南極へ垂直にソフトに着陸させる。この技術的なハードルはアポロ時代とは比べ物になりません。それにしてもなぜこれほど大きな宇宙船が必要なのでしょうか。それは人類が月へ何度も往復し、基地を作り、生活する場所にしようとしているからです。スターシップは月と地球を結ぶ何度も再利用できる大型宇宙船です。この革命的な技術を確立するために一歩ずつ慎重にテストを重ねています。アルテミス3号は当初の計画においてあまりに多くの初めてを背負いすぎていました。初めて有人月着陸船スターシップを投入し、初めて巨大な宇宙船同士をドッキングさせ、起伏が激しく暗闇に包まれた月の南極に初めて正確に着陸させる。どれも極めて過酷なミッションです。これらすべてを地球から38万km離れた月の裏側でぶっつけ本番で挑戦しようとしていたのです。非常に難易度が高い。リスクを回避するために検討されたのが、アポロ時代、月面着陸の半年前に行われたアポロ9号方式への回帰。アポロ9号はあえて月へは行かず、地球の周りで着陸船とのドッキングを完璧にこなしました。その地味で完璧な予行演習があったからこそ、人類は月の大地を踏みしめることができたのでしょう。今、アルテミス3号もまた、先駆者たちが示した賢明な道を選ぼうとしています。いきなり月の裏側で
ぶっつけ本番の合流をするのではなく、まずは地球のすぐそば、約400から 600km 上空の地球周回軌道で待ち合わせを成功させるという決断です。これは国際宇宙ステーションが飛んでいる高さとほぼ同じです。月の裏側で何かトラブルが起きても、地球から助けの手を差し伸べることは不可能ですが、地球周回軌道上なら致命的な問題が見つかっても、数時間で地球に帰還できる安全圏です。この場所で月へ降りるためのすべての機能を検証する。慎重すぎるステップこそがアポロ時代から受け継がれた勝利の方程式なのです。慎重な足取りの裏にはもう一つ切実な理由があります。宇宙船が地球へ帰るための命綱、ヒートシールドの問題です。宇宙船が地球に帰還する際、そのスピードは時速4万 km という想像を絶する速度に達します。大気圏突入時の宇宙船の底を襲う温度は摂氏2800度。太陽の表面温度の半分にも及ぶ燃え盛る地獄のような世界です。その熱から命を守る最後の一枚がヒートシールドです。無人ミッションだったアルテミス1号の際、ヒートシールドの表面が設計時の想定とは異なる剥がれ方をしていることが判明しました。この問題を受け、アルテミス2号の飛行士たちは高度な操縦技術で負荷を抑え、見事に生還を果たしました。けれど、データは冷徹な事実を告げていました。このヒートシールドのままでは、より過酷な条件となる月面からの帰還には耐えられないかもしれない。月面着陸ミッションでは、月の石などのサンプルや多くの機材を持ち帰ることになります。重ければ重いほど、大気圏に突入した際に発生する摩擦エネルギーは巨大になり、同じ速度であってもヒートシールドを削り取るパワーが強まってしまうのです。NASA はこの小さな懸念を見逃しませんでした。どんなに素晴らしい発見があっても、無事に家族の元へ帰れなければ、その冒険は未完成である。人類はあえて歩みを緩め、ヒートシールドの再設計という道を選びました。石橋を叩き割るほどの慎重さ。すべては月へ降り立つ仲間たちが安心して地球へ帰れるようにするため。穏やかな願いとは裏腹に、月の南極をめぐっては見えない火花が散っています。そこにあるはずの氷を求め、アメリカ、そして中国といった列強たちが次なる時代の覇権をかけてしのぎを削っているのです。けれど、焦りこそが最大の敵。アルテミス2号、3号が月に降りない選択をしたのは、アポロ時代に培った最強の戦術、絶対に失敗しないための冷徹なまでの自己検閲なのです。再び月の大地を力強く踏みしめる、その一歩を確実なものにするため。人類の火星、そしてその先へ向かうためのゲートを誰が守るのか。壮大な歴史の分岐点に私たちは今立っているのです。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。